この話聞いたことあると思いますけども、若いね商人の人がいて、でまだ幼い子供がいたんですよ。ね、でそれで、その商人の人がもちろんビジネスのためにねちょっと旅行行ってたんですよ。でそしてその時に子供がねかわいそうに誘拐に遭っちゃって連れ去られてしまっちゃったのね。でその誘拐犯はその村全体に放火しちゃって、全部、焼いちゃったんですよ。でそれでその若い商人の人は戻ってきて見たら、村中が焼けていて、そしてその中で自分の家のとこ行ったら自分の焼けた家のすぐそばにもう黒焦げの幼い子供の死体があって、で当然それしたらもちろんこれ自分の子供だと思うじゃないですか。ね、で自分の子供だと思い込んで、それをきちんと、火葬して、でその灰をいつもこの自分の首のとこにやって、それでもう泣いて泣きじゃくってねっていうやったんですよ。だけどもその子供は実は誘拐されてその誘拐犯と一緒に外へ連れ去られてね、でだから火事には遭ってないんですよ。でそれでその子供が何とかして逃げ帰ってきて、でまた村に戻って、そしたらそのお父さんは家を建て直していたのね。でそして夜ようやくたどり着いてコンコンとして「お父さん僕やっと逃げて帰ってきたよ」って言ったんですよ。でだけどそのお父さんの方はもちろん自分の子供は完全に死んだと思ってるし、でそれで誰かノックして私はあなたの子供だよって言っても、またそのいたずらの誰かがねいたずらしてそう言ってるんだ、なんて嫌なやつだろうと思って、でそれで結局ドアを開けなかった、ね、それでもうしょうがないから、その子供は去っていって、でそれでそのお父さんにとって一番大事な子供を死んでもいないのに失ってしまうっていう話なんですよ。これね、仏教のこういう例えの話ってなんかリアルなんですよね。なんかリアルっていうのはなんていうのか、この本当は失ってはいないのに、この自分自身の思い込みによって拒否してしまってみすみす失ってしまう生きている子供をね。これはそんななんかそういう話がインドの昔にあったのねっていう話じゃないじゃないですかね、これは皆さんの話じゃないですか。私の話であり皆さんの話じゃないですかね。だからせっかくその子供をそれほど愛していて、その子供自身は死んではいないわけですよ。のにみすみすその子供を永遠に失ってしまった。なぜかそのお父さんの思い込みによってということですね。だからこういう例えを使いながら、ほらお前のそういう思い込みによってこの子供が尋ねるってことはどういうことかっていうと、もちろん真理が尋ねるっていうことですよね。真理がコツコツコンコンってねドアをせっかく朝谷家のドアノックしてるのに開けなかった。なぜ開けなかったのかって言ったら思い込みによって。でそれであれほど渇望していた、あれほど大事に思っていた自分の子供であったり自分の真理ですね。それがせっかくもう門のとこまで来ているのに、ドアのとこまで来ているのにドアを開けなかったっていうのは象徴的でしょ。要するにオープンじゃなかったってことですね。オープンじゃなかったためにその真理が尋ねているのにみすみす失ってしまったっていう話なんですよ。ゾッとするでしょ。皆さんこれゾッとします？ちょっとゾッとしてほしいわけ。私はねゾッとしてほしいの。このポッドキャストを聞いてる人もゾッとしてほしいわけ。なぜかって言ったらば、そうすることによって我々自らの思い込みによって真理っていうものを失っちゃったからっていう話なのね。で、だからね、
から真理っていうものそのものが、これ我々の家を訪ねてドアをノックしたとしても、我々が勝手な思い込みをしていると、我々自身がドアを開けない、我々自身が真理を、拒否してしまう。真理が入ってくるのを我々自身が拒否してしまうっていうことね。そういう心のが柔軟性を欠けていて、っていうことが全てをおかしくしてしまう。でそういうふうにして、何かものとかね、あるいはセオリーとかそういうものを偶像視するっていうことの危険性ですね。でそれがもうすぐさま、なんていうかな、苦しみを生むし、苦しみを生むだけじゃなくて、真理への邪魔になるってことですね。ですか？でそしてね、それで、今日のところのポイントは、その自分のものの見方とか何とかっていうもので自分は絶対的な真理を握っているんだっていうふうに思い込むことがもうたちまち、苦しみを生んじゃうし、たちまち、真理へ到達への邪魔をしてしまうんだ。だから真理っていうものが皆さんのドアの内まで行ってコンコンって訪ねているのに、ドアを開けなかったのは誰？私って話なんですよ。皆さんって話なんですよ、ここはね。だから真理に到達したいのに真理が訪ねてこないからなんていう話じゃなくて、訪ねてきただろうがそれを拒否したのはあんただろうがって話なんですよ。ね。これ辛いですよね。めちゃくちゃ辛いんですよ。でもじゃあなんでこんなことが起こっちゃうのかっていうと、それはもちろん、簡単な話で Thinking Mind に対するの執着が過ぎないんですよ。